今日はナスと鶏肉の甘酢炒めを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はナスと鶏肉の甘酢炒めを作りたいと思います。今回はですね、ご飯が進む簡単おかずレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、ナス、お水、お醤油、お酢、みりん、お砂糖、ごま油、片栗粉、塩、胡椒、白ごま、青ネギ。今回はこちらの材料で作っていきます。まず鶏もも肉ですね。こちらは1枚分約 350g 使っていきます。そしてナスはね、ちょっと大きめのサイズですかね。こちら2本分になります。グラムで言うと約 250g です。あとね、今回ごま油を使いますが、こちらはお好みでサラダ油とか米油とかお好みのものを使用してください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず甘酢だれから作っていきます。器にお醤油、そしてお酢、あとはみりん、そしてお砂糖を加えます。そしてこちらをよく混ぜましょう。はい、お砂糖のシャリッという感じがなくなるまで混ぜてください。あとね、ここにお水も入れましょう。そして混ぜます。お水もね、お醤油と一緒に入れちゃって OK です。はい、これで甘酢だれは完成です。こちらは使うまで置いておきます。それでは続いてトッピング用の小ネギを切っていきます。まずね、根元を切り落とします。そして半分に切って、あとはね、切り口を揃えて切っていきます。はい、小ネギの準備はこれで OK です。それでは続いてお肉を切っていきます。まずですね、この鶏もも肉から出てるこういった筋とか、あとは余分な脂、そして余分な皮を取り除いていきます。はい、OK です。そしたらですね、こちらを一口大の大きさに切っていきます。はい、OK です。このように切ってください。そうしましたらここに塩コショウで下味をつけます。はい、そしたら鶏肉は一度このまま置いておきます。では続いてナスを切っていきます。まずナスはね、ヘタを切り落としてください。切り落とす時は斜めに切っていただくと無駄なところが出ないので、こうやってね、切っていただくといいかなと思います。このようにヘタを切ったらね、まず半分に切ります。はい、半分に切ったらですね、皮の表面に浅く切れ込みを入れていきます。そうするとね、歯切れが良くなってとても食べやすくなります。はい、OK です。あとは食べやすい大きさに切っていきます。はい、こんな感じです。それではもう一本も同じように切っていきます。はい、ナスはこのように切りました。ちょっと太い部分とかはさらに半分に切って食べやすい大きさにしてください。こちらのナスは一度ボウルに入れて、ナスはね、このように一度水に浸してアクを抜いてください。あとこのように水に浸していただくと変色も防ぐことができます。ではね、このままだいたい5分から10分ぐらいですね、水に浸しましょう。それでは続いて鶏肉に片栗粉をまぶしていきます。こちらを片栗粉まぶします。はい、こんな感じでまぶしてください。では残りもね、同じようにまぶしていきます。はい、鶏肉の準備はこれで OK です。そしてナスも水を切って軽くね、キッチンペーパーで水分を拭き取っておいてください。はい、ナスの準備はこれで OK です。それでは今から焼いていきます。それではね、まず鶏肉から焼いていきます。まずフライパンにごま油です。そして火にかけます。火にかけてごま油をフライパン全体に回してください。そしたら火加減弱めの中火です。そして鶏肉の皮目を下にして焼いていきます。はい、OK です。お肉が全部置き終わったら火加減中火にします。そしていい感じに焼き色がつくまでまず焼いてください。ちょっとね、多めの油で焼いていただくことでカリッとした仕上がりになります。はい、いい感じに焼き色がついてきたので裏返します。かなりね、油が跳ねてくるのでやけどしないように注意してください。そして片面も同じように焼き色がつくまで焼いていきます。は
はい、OK です。そしたら一旦火を止めます。このようにね、片面も焼き色がつけば OK です。そしたらですね、こちら余分な油を少し拭き取ります。はい、OK です。結構油跳ねするのでね、やけどだけには十分に注意してください。そしたらですね、一度こちらの鶏肉を取り出します。こちらを一度余熱で火を通していきます。そうしましたらですね、今少し油が残っている状態でナスを入れていきます。ナスは皮目を下にしてください。はい、OK です。そしたら火にかけます。ナスが少ししんなりするまでまず焼いていきます。火加減は中火です。そして皮目の部分が少ししんなりしてきたら裏返していきます。そして全面をね、焼いていきましょう。全体的にナスがしんなりしてきたら一度火を止めてください。そしてお肉を戻し入れます。よいしょ。一度ね、混ぜましょう。そしてここに作っておいた甘酢だれを流し入れます。火にかけます。あとはね、中火で煮絡めていきます。はい、OK です。これでちょっとね、とろみがついたら火を止めます。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでナスと鶏肉の甘酢炒めの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり甘酢も絡んで美味しそうに仕上がってます。そしてナスもトロトロです。最後彩りに糸唐辛子を散らしました。こちらは分量外なのでお好みで OK です。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。それではまずナスからいただきます。いただきます。ナスはすごく柔らかくて、ナスの皮に切れ込みを入れてるのでとても歯切れが良くなってます。美味しい。ではお肉もいただきます。いただきます。美味しい。ごま油で焼いてるので、ごま油の香りがちょっと乗ってね、すごく美味しい仕上がりになってます。そしてね、お肉も柔らかく仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスと鶏肉の甘酢炒めのポイントです。まずナスなんですけれども、ナスは皮の部分に浅く切れ込みを入れてください。そうすることでとても歯切れが良くなって食べやすくなります。そしてその後ナスを切るんですけれども、こちらを食べやすい大きさにお好みで切っていただいて大丈夫です。切ったナスに関しましては水に浸してください。そうすることでアクが抜けるのと、あとは変色を防ぐことができます。そして鶏肉のポイントです。鶏肉はまずですね、余分な筋、脂、皮、こちらを取り除いてください。そうすることでとても食べやすくなります。あとはね、一口大の大きさに切るんですけれども、この時も筋っぽい部分と、あとは肉々しい部分、こちらを半分に切って、そしてそれぞれね、一口大に切っていただくととてもね、食べやすい仕上がりになると思います。そして今回はですね、鶏もも肉をごま油で焼きました。この油に関しましてはお好みのもので大丈夫です。ただごま油を使っていただくと、最後食べた時にね、ごま油が味のアクセントになるので、ごま油がおすすめです。そしてお肉なんですが、焼いたらですね、最後余熱で仕上げるようにしてください。そうすることでとてもお肉が柔らかい仕上がりになります。そしてナスを焼く時のポイントです。ナスを焼く時は最初に皮の部分から焼くようにしてください。あとはですね、ナスがしんなりするまで炒めて、そしたらお肉を戻し入れて、あとは甘酢を絡めて仕上げてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスと鶏肉の甘酢炒めを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。